サムライスピリッツということで、今回はスーパーファミコン版サムライスピリッツ、こちらの方を解説&レビューいたします。それでは動画スタート。サムライスピリッツはガロー伝説竜子の剣に続く SNK 格闘ゲームシリーズとして現在も続く人気シリーズ。特徴としては、江戸時代日本の武士や忍者など魅力的なキャラクターが武器を持って戦う。当時としては武器を持って戦うといった格闘ゲームが少なかったので画期的な作品となった。血しぶき、胴体切断などのサムライスピリッツの特徴。武器を持って戦う、そして派手な演出は当時のゲーマーの心をわしづかみにした。もちろんキッズたちには刺さりまくりのサムライスピリッツ。そんなサムライスピリッツのスーパーファミコン版の移植版は1993年4月7日アーケード稼働開始から1年以上経った1994年9月22日に開発はモノです。発売元はわからない。相変わらずの外注作品。そんなスーパーファミコン版のサムライスピリッツの出来はいかに。スーパーファミコンサムライスピリッツ、いいところいきましょう。一つ目、アーケード版より全体的に劣化はしているものの比較的よくできている作品。2つ目、操作性もよく必殺技も出しやすくなってストレスなしで楽しめる。3個目、 BGM のアレンジもよくいい感じにまとまっている。4個目、キャラクターのリストラもなく全12人のキャラクターを使うことができる。5個目、連打系の必殺技を1回押すだけで出すことのできる裏技がある。連打が苦手な人には嬉しかった。6個目、起動した時に出てくる宝のロゴのところで隠しコマンドを入れて成功すると VS モード、ライセンスモードでラスボスの圧倒的性能天草四郎時貞が使える。スーパーファミコンサムライスピリッツ、残念なとこいきましょう。1つ目、やはりハードのスペックの不足のため良い作品だが全体的に劣化している。2つ目、アーケード版はキャラが近づくと拡大、離れると縮小されるがスーパーファミコン版は拡大縮小されない。3個目、そして拡大されずちっちゃいキャラのままなので迫力がない。4個目、グラフィックもハードの性能を考えると上手に再現されているがグラフィックはかなりしょぼい感じになっている。5個目、初代サムライスピリッツの強攻撃は弱と中の同時押しだがタイミングがシビアなのかなかなか強攻撃が出ない。6個目、元のアーケード版がバランスが悪いのだがスーパーファミコン版はさらにバランスが悪い出来上がりになっている。一部のキャラクターがむちゃくちゃ強くさらにバランスが悪くなっている。7個目、ゲームシステムも変わっている。アーケード版は飛び道具を撃ち落とすことができたがスーパーファミコンは撃ち落とせない。8個目、つばぜり合いの間合いも変わっていてアーケード版はどこでもつばぜり合いになったがスーパーファミコン版は武器同士が当たってつばぜり合いが起こるように変更になった。こっちの方が自然なんだが。9個目、モーションが削られていてさらに使い回しのモーションが多い。10個目、通常技必殺技の性能が違いすぎる。モーションのカット、使い回しの影響もあるのかリーチが短かったり異常にリーチが伸びた攻撃がある。当たり判定も違う。11個目、ラスボスの天草四郎時貞が使えるのはいいのだが使えるモードが VS モード、ライセンスモードでしか使えない。なんでアーケードモードで使えないんだよ。12個目、そしてサムライスピリッツといえば血しぶきと胴体切断。家庭用への移植の配慮かハードのスペックのためかなくなっている。正直寂しい。ロード比較いきましょう。スーパーファミコン版、プレイステーション1版、プレイステーション2版、今回はこちらの3本で比較します。さあそれではロード比較いきましょう。画面が切り替わったらカウンタースタートします。カウンタースタートです。さあどれが一番速い。やはりここはプレイステーション2が速いのか。ゲンガガルフォードゲンガ、そんな感じです。はい、プレイステーション2版 11.85 秒、そしてスーパーファミコン版 14.93 秒。やはりここは一番遅いかプレイステーション1版。やっとゲンガ来ました。そして画面が切り替わってまだ来ない。早くしろということではい、ストップ。 30.68 秒です。スーパーファミコン版との差が
一番早かったプレイステーション2版 3.08 秒、そして遅かったプレイステーション版 15.75 秒、倍近くかかってる。スーパーファミコン版 SNK ソフトロード対決ということで、こちらの3本、サムライスピリッツ、画廊伝説2、竜子の剣、こちらの3本でロード比較です。それではロード比較いきましょう。画面が切り替わったらカウンタースタートします。カウンタースタートしました。さあ、ここは全部ロムカセット全て早い。一番早かったの竜子の剣、そしてサムライスピリッツ画廊伝説2です。差は1秒ないぐらいですね。真ん中ぐらいのロードの速さがサムライスピリッツでした。グラフィック&サウンド比較いきましょう。スーパーファミコン版、プレイステーション版、そしてプレイステーション2版です。違いを見てください。まずはシャルロットステージ、こちらを見ていきましょう。結構派手なステージですよね。それではまずはプレイステーション2版です。プレイステーション版、スーパーファミコン版、同時比較です。やはりね、スーパーファミコン版は劣化しております。プレイステーション1版、結構ね、移植度はいいんです。そしてプレイステーション2版ですが、ちょうどポケモンショックの時期があって、ちょっと画面が薄暗くなってるんですよね。今回はスーパーファミコン版サムライスピリッツを解説&比較しました。グラフィック、モーションの削除、技の性能が違うなど劣化移植ではありますが、よくできた作品だと思います。画期的だった武器を持って戦うというシステム、当時のキッズたちの心をわしづかみに、私もその一人でした。10兵衛を使っていたんですが、スーパーファミコン版の10兵衛が弱くて苦労しました。逆にタムタム、ナコルル、ウキョウなど強くてマジで厄介でしたよ。昔の SNK のゲームはバランスが崩壊していましたからね。まあそれでも小中学生の中ではかなり流行ったのでは。今回はスーパーファミコン版サムライスピリッツを解説&比較しました。個人的にかなりやり込んだソフト、思い出のあるソフトです。皆さんの思い出はありますか？コメントよろしくお願いしますね。今回の動画はここまで。いろいろ動画も作っていくので、これからもよろしくお願いしますね。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイチャン。